婦円満コンシェルジュ篠原靖子やっちゃんです。今日はですね、甘え方講座トンテキが食べたいについてお伝えしたいと思います。なんかね、女性の方ってね、甘えるのが苦手ですって言われることがすごく多いんですよ。なので、甘えべたな妻、不器用な夫という題名で本も書いたので、ぜひ読んでいただきたいんですけど、なので、実際的にね、やっちゃんどういうふうに甘えてるのって言われることが結構多いので、今日は先日やったやっちゃんの甘え方をお伝えしていきたいと思います。この前ね、トンテキが食べたかったんですよ。なんか YouTube を見ていたら、すごく美味しそうなね、トンテキがあって、で、たまたまうちに、とんかつ用の、ステーキ用、とんかつ用の、すごい美味しそうなね、分厚い、トンテキにしたら絶対美味しいなっていうような豚肉が冷凍してあったので、あれでトンテキが食べたいって思いついたわけですよ。私も料理は好きですけど、夫の方がね、料理上手なんですよ。プロの味っていうんですか、ニンニクのみじん切りを作るにしても、私の場合は本当に家庭料理なので、適当でいいじゃないですか。ちっちゃいのもあったり、大きいのがあって、別に粒があんまり揃ってなくてもそんなに気にならない。家庭料理だったらこんなもんでいいよねって自分で甘えてるところもあるので、アバウトなんですよ。だけど夫の場合って本当に美しいんですよ。ね、ニンニクのみじん切りを見ると本当にこの人ってすごいなって、やっぱこれがプロのシェフが男の人が多いのはこういうことなのかなって、やっぱ家庭料理とプロの料理っていうのの違いをうちは我が家でもね見させられてるような気がいつもしてるんですけど、なのですごく細かいのでちゃんと美味しいものができるわけですよ、私が作るよりもね。なのでトンテキを夫に作ってもらいたくて、早速もうお肉をね、冷凍庫の中の場所とかはよくわからないので、そこから私はお肉を出して解凍し始めるわけですよね。で、そろそろ大丈夫かなっていう時に、ねえねえ、トンテキが食べたい、トンテキが食べたいって言って、で、うちの夫も YouTube が大好きなので、料理番組とかもね見てるので、トンテキ自分で探してなんか好きなやつで作ってよって言ったんですけど、それはしてくれないんですよ。多分ね、検索があんまりできないんじゃないかなって読んでるんですけど、なんかたまたま出てきたやつとか、今まで見た同じシェフの人とかのが何度も繰り返されて、それを見て作りたくなったりとかはするみたいなんですけど、私がリクエストをしたものっていうのってあまり作りたがってくれないんですよ。俺は作ったことがない、一度も作ったことがないものを作るのが夫はすごく嫌なんですね。でそれを自分が食べたくもないのにわざわざ検索して探して、作り方を探して作るっていうことは一切してくれない人なんです。ちょっと意外でしょ。うちの夫ってね、とても料理上手なんですっていうのをいつもあげてるし、本当にめちゃくちゃ美味しいんですっていうのをね、いつも Facebook とかでも写真もバンバン明かさせていただいてるんですけど、でも実は陰では私がこんなことをしていますっていうことなんですけどね。で、トンテキが食べたい、探してくれ、ダメなわけですよ。じゃあ君が作ればいいじゃんとか言われちゃうので、じゃあそっか、じゃあこれは探してくれないんだなって思った時に、私がどうするかっていうと、私が今度探すわけですよ。分量とかもちゃんとこう書いてあって、目で見て、動画じゃなくってパッと見て作れるっていうような状態のものを私が必死に探します。その時も探して、じゃあこれで作ってって言って渡したんですけど、それでも全然やっぱね、乗り気になってくれなかったんですよ。じゃあ君が作ればいいじゃないって言われちゃったので、と思って、そっか、じゃあこれでもまだ作りたい気持ちになってくれないんだなと思ったので、私はもう一個やりました。で、お肉も解凍して、もうちょうどいいところにやってて、他のものも私が用意して、で、調味料も混ぜておきました。合わせ調味料をね使うやつだったので、合わせ調味料を合わせて焼いて、そのタレをジャってかければ大丈夫な状態にまでセッティングしました。そしてそこまでやったんだから別にやっちゃんが作ればいいじゃないっていう話なんですよ、本当にね。だけど私は夫に作ってもらいたい。焼き加減とかがね、やっぱり美味しいんですよ、夫の方が。だからだってカップンがね、うち夫のことをカップンと呼んでいるので、カップンが焼いた方が美味しいんだもん、だから焼いてっておねだりをして、しょうがないなって言って焼いてくれるわけですよ。そうするとなんかやっぱキャベツの付け合わせは欲しいよなって言って、一人でキャベツを刻んでくれたりとかし始めるので、もう本当に美味しいトンテキができたわけですよね。もうそこまでいったら
なんていうんですか、レシピを探してきた私とか、その合わせ調味料を作った私の存在はもう抹消しますね。私の中からも抹消しますし、多分夫の中からも多分忘れていくと思うんですけど、もうその作品、出てきた作品は夫の作品なんですよ。ね、だから本当に美味しい。やっぱりカップンの作ってくれるものって本当に美味しい。ありがとう。また作ってね。ありがとう。また作ってね。と笑顔で答えました。なのでね、多分ね、次からはトンテキもカップンのレパートリーになって作ってくれるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。もうコツはですね、向こうがやる気になるところまで、やる気にならなかったらどこまでも私の方でお膳立てをする。最後の味調整だけカップンに見てって言って甘えたりもします。やっぱりカップンがやると美味しいよねって言って、なんか彼にね、成功体験をして、私がありがとうっていうのをいっぱい伝えたいなっていうので、そういう風にやっています。ぜひ試してみてくださいね。それでは今日はこの辺で、今日も見ていただいたあなたのおかげでやっちゃんは最高に幸せです。それではまたね。ごきげんよう。バイバイ。ねえカップン、この間さ、トンテキ作ってもらったじゃん。トンテキ、豚のステーキ、すごい美味しかったやつ、また作ってくれる？本当？もうバッチリ作れる？焼くだからね、焼くだけだ。もうでもあれも覚えたでしょ？何を？タレ。タレね。バカッタレ。あれ書いたっけ？メモった？メモなかったっけ？メモってないね。メモなかった？でもじゃあ今度はあのページ作り出したら。なんだっけ？オイスターソースだっけ？オイスターソースはそうだけど、なんか甘かったよな。美味しかった。また作ってね。もう得意料理の一つになっていや、そういうこと。いや、トンテキのね、甘え方について話して。